トライアスロン寿司、トラ寿司のイントロはっきり言って見なくていいです。それより下にあるビデオ見といて。でも俺のことについてもっと知りたい人がいたらこのまま見続けて。このビデオ、学校の校長先生のお言葉ぐらい眠くなると思うんで、俺に興味のない人は全然見ないでいいんだよ。俺はまあベルリン在住でいろいろトライアスロンとかやってて、で結構フィットネスとかダイエットに関する質問を聞かれるんで YouTube チャンネルをスタートしました。で、まあ、なんでベルリンに住んでるの、この状況何みたいな感じで言うと、ちょうどレースでベトナムに来てて、まあ寒いベルリンでビデオを作るよりあったかいベトナムでこうイントロビデオ作った方がいいんじゃないかということでここで今作ってます。で俺どんな人間かというと、まあ、みんなずっとこう鍛えまくって強い人間だみたいな感じに思ってるみたいなんだけど、まあ小学校中学校ぐらいの同級生は、あと高校もそうだけど知ってると思うけど、非常に子供の頃は弱い子供で風邪ばっかりひいてて、でねえなんでトライアスロンやってんのみたいな感じでよく聞かれるんですけど、でそれは中学校の時、夏休み中学3年の夏に水泳大会、夏の前の水泳大会の時にこう泳いでクラスでビリだった。で、まあ、それを見た友達、同じ塾に行ってた友達が、まあ夏休み毎日中学校で水泳の練習があるからそれ行こうよっていうふうに言ってくれて、でそれ毎日行ってたら、夏休みが終わって秋の水泳大会の時にクラスでビリから2番目だった。それなぜかできるじゃん、俺全然泳げるじゃんみたいな勘違いして、で高校に入ってから水泳部にいきなり入って、でまあ泳ぐ練習をして、とりあえず泳げるようになったと。でね、その泳ぐ練習以外にも、冬場はうちの高校は室内プール使えなかったんで、外でジョギングとかしてて、まあジョギングっていうかジョギングよりも少し早くてランの練習してたんだけど、高1高2の時2年連続で10キロの、マラソン大会優勝、2年連続優勝ということで、俺できるじゃんみたいな感じで、それでまあ水泳ね、高校から始めてもトップに届くかってそんなことないんで、まあそれ以外にも体のこのプロポーションのことを考えて、その頃ちょうど90年代前半だったからトライアスロンのブームがこうあって、で、トライアスロンいいねみたいな感じに思って、でじゃあ高校3年水泳部を終えたらトライアスロンやろうみたいな感じで頑張ってました。で高校3年の夏に2回だけトライアスロンやって、でその後家族で香港に移りました。で香港で、半年ぐらいこうしっかり練習したら、運よく香港代表になれて、なぜか日本人なのに。それで香港のナショナルチームと一緒にトレーニングするようになって、でITU インターナショナルトライアスロンユニオンっていう、水泳でいうと FIFA みたいな連盟が行っている世界選手権のジュニアに出場したり、あとは20歳の時にはエイジグループの20歳から24までかなのエイジグループで出場したりして、ちょうど香港にいた3年目にニュージーランドのナショナルコーチが
香港でレクチャーして、でその時にトライアスロンのことについて勉強するのにどこがいいかっていうふうに聞いたら、ニュージーランドがいいよ、ニュージーランド来なよっていうふうに言ってくれて、でそのままその半年後かなにはニュージーランドに行って、で大学で勉強することを決めました。で、最初の半年は英語を勉強したりとか、あとはパーソナルトレーナーになるコースをやったりとかして、でリンカーン大学っていう大学でレクリエーションマネジメント、レクリエーションをマネージする学位を取りました。でその後はパーソナルトレーナーとして働いたりとか、あとジムをプライベートジムと、あと、ホテルジムとかを、マネージしたりとかして、で結局親父が亡くなって日本に戻ってきて、でその時就職しようとしたんだけど、ちょっと日本ではレクリエーションマネジメントあんまりこう何わかんない、それやってる人はちょっと雇いたくないな的な雰囲気があって、で香港にまた戻ったりして、で結局2006年に、日本に戻ってきて広告エージェンシーで働きました。それもフルタイムで、そのずっとニュージーランドにいた時、香港にいた時、日本にいた時、ずっとトライアスロンやってたかっていうと、そんなの全然なくて、10年くらいはトライアスロン全くやらずに、DJ とかパーティーしまくり、飲みまくり、もう何でも、夜もずっと遅くみたいな、めっちゃ不健康な生活してました。でそうだ、2006年から11年まで5年間広告エージェンシーで働いてたんですけど、それがその時33歳の時にお腹の周りがちょっとなんか脂肪がついてきてやばいなみたいな、なんか階段上がる時にあらこれって内臓の周りに脂肪ついてるみたいな、そんな気がして、でとりあえず友達とか同僚の人がジムのメンバーシップ、同僚の人が俺昔パーソナルトレーナーしてたってこと知ってたから、でじゃあ俺お前のジムのメンバーシップ払うから俺のこと教えてよみたいな感じで言われて、いいよって結構軽い気持ちで引き受けたら、彼全然来なくて俺一人で練習するみたいな羽目になって、でちょっとやってる間になんかジムじゃ物足りないなと。昔ジムでパーソナルトレーナーとして教えてたけど、どっちかっていうと外で運動したりとか、やっぱりトライアスロンみたいないろいろな種目やってないとこう飽きる性格だからいいやみたいな感じで、それでジムで筋肉かなりがっちりつけて、今66キロ、レースするとき66キロぐらいなんですけど、その時はもう72キロまでもうがっちり筋肉つけて、でそれからトライアスロン再開しようかななんて思いました。で東京に住んでたんだけど花粉症がひどくて、もう鼻がブワーッと出て、それが3ヶ月ぐらい続く、1年のうち3ヶ月もう無理みたいな感じで、あとその当時の彼女がドイツ出身だったこともあったりして、ドイツに引っ越すことにしました。でヨーロッパに住んでみたいなって前から思ってたから、それでドイツのベルリンに引っ越しました。でそれからドイツ語を勉強して、でその間にまたトライアスロンのトレーニングを結構シリアスに始めて、シリアスって言ってもホビートライアスリート的な感じで、とりあえずベルリンのトライアスロンクラブに入って、でトライアスロンの練習を結構積み重ねてきました。で10年やってなかったから、一応いろんなトレーニングの方法とかそういうの全然変わっちゃってて、
でその過去8年間8年の間にこういろいろ自分の知識をアップデートしたりとかして、で新しい知識とか結構ね25年前とは全く違う状況だから、それで練習し始めたら現役の頃とほぼ変わんないパフォーマンスが出るようになって、でなんだかんだ言ってる間にこう周りの人たちがどうやってトレーニングしたの、どうやってそんな、ね、元気なの、なんでそんな元気なのみたいな感じで聞いてくるんで、いろいろ教え始めるようになりました。でまあそんなかんだで YouTube チャンネルを始めようかなって思ったんですけど、でまあ今のレベルはどうかっていうと、ハーフアイアンマン70.3 っていうのがあるんですけど、70.3 はハーフアイアンマンの、ブランドで、それのレースをこう結構ちょくちょくやってて、で2018年は南アフリカの世界選手権大会に出たりとか、今年はベトナム 70.3 ベトナムで、来年ニースに来年じゃない今年70.3 ベトナムで今年のニースで行われる世界選手権にも出場できることになりました。 Okay, Japan, Ryuichiro Iijima. Yes. Yes. That's 2 slots. 3 more. Paul McCalman, Australia. Paul Mackelman, Australia. Paul Mackelman, Australia. でまあそれ以外にも今年はアイアンマンフランクフルトとか、まあそれ以外のレースもやっていきたいなと思ってるんですけど、まあそんな感じで結構調子いい感じでいってます。でなんでやってんのみたいな感じで言われるんですけど、まあ楽しいから。体の調子がいいといろんなことを楽しめるし、いっぱい食えるし、もう飲むのもね、体が健康なのが楽しいし、でまあ個人的なこう目標としては80歳になった時に世界チャンピオンになれたらみたいな。稲田さんって方がいるんですけど、その方はもうハワイで世界で一番年のいったアイアンマンハワイのフィニッシャーということで、もう全世界が注目する驚きの日本人みたいな感じで、まあ稲田さんを目指せみたいな感じで元気で行きたいなと思ってます。ニュージーランドでパーソナルトレーナーとして働いてた時によく年いってる、ね、60歳以上の人たちから言われたんですけど、やっぱり働くばっかりじゃなくて健康のこともう少しでいいから考えて実際に行動を起こしておけばよかったなっていうふうによく言われたんですね。で最初の一歩0じゃなくて1に変えることが非常に重要ってことを本当に思います。で人間の体ってやっぱり使ってるファンクションはそのまま使えるけれど、使ってないとどんどんその機能が衰退していくんで、それやっぱりねしっかり考えてやっていくと自分の健康が保てる。80歳90歳100歳までなっても健康な状態を保てるっていうことがあるんで、それを皆さんに理解してもらいたいなって思ってます。日頃の習慣、なんかダイエットみたいな感じで2週間だけ2週間だけとか1ヶ月だけとかじゃなくて、毎日続けることのできる無理のないことをみんなにコツとかをね理解してもらってずっと続けたいなと思ってます。でもし興味があったら下のビデオとか見て人生をもっと楽しんでください。